目標は定まったんだけど、どうしてもやる気が起きねえな。どうも、マインドオーガナイザーのクーです。よろしくお願いします。このチャンネルのコンセプトは、脳を鍛え、メンタル安定させ、思考を整えれば最強になれるというコンセプトでやっております。さて、今回のテーマは、ドーパミンで人生激変、能力向上に効くドーパミンの機能と活用方法ですね。やろうと決めたのになぜか行動が続かない。目標達成のイメージはあるけど、どうしてもあと一歩が踏み出せない。あなたにもそんな経験はないでしょうか？目標があるのに動けない状態っていうのは、車を持っているにもかかわらず、燃料タンクが空のせいで、車が全く動かない。そんな状態に似てますね。多くの人はその行動できない理由を根性が足りないとか、生まれ持っただらしない性格だからしょうがないとか、そういう精神論の問題で片付けがちですね。ですが、それはもう間違いで、目標があっても動けないっていうのは、誰にでも当てはまることなんですよね。にもかかわらず、めちゃくちゃやる気と行動力がある一方で、全然動けなくて、何にもやる気が起きない人がいる。この違いは何でしょうね。それはシンプルに脳の使い方、特に今回お話しするドーパミンの機能が、最適化されてないのが、大きな原因の一つかもしれません。実は、最新の脳科学、神経科学では、ドーパミンっていうのは、私たちの人生で最も重要と言っても過言ではない、モチベーション、行動への動機と、あとは習慣化が続くかどうか、あとは、自己効力感。モチベーションが高くて、習慣が続いて、自分に自信を持っていれば、それは行動力が上がるよねっていう、そういうことですね。まさにドーパミンってのは、最強のエンジンオイルになり得るわけですね。なので、この動画を最後まで見れば、自分の能力を向上させるための、脳の設計図を手に入れることができます。それでは、あなたの人生を激変させるかもしれない、ドーパミンの科学について、一緒に見ていきましょう。ちなみにちょっと余談なんですけど、ジャケット新しく買いました。本当は黒とか紺とか探してたんですけど、なんかありきたりだなと思って、で、なんかいいのないかなと思ってたら、なんかすごい、いいね。着てみたら結構自分で言うのもなんですけど、なんか俺っぽいというか、なかなかいいですね。今後はこれで撮影しようかな。ってなわけで、ちょっと余談でした。いやでも衣装って大事だよね。もう気分が全然違う。はい、ということで本題に戻りましょう。失礼しました。それではドーパミンの活用方法を知る前にざっとドーパミンの機能について見ていきましょう。こういうテクニックとかいわゆるハウツーですねを学ぶ前に先行オーガナイザーっていう学習理論があるんですけど、全体像を把握しておく、その技術を身につけるための予備知識を先に頭に入れておくとその技術の習得効率が上がるって言われる学習理論があるんですけど、それを実践していこうって感じですね。これから紹介する活用方法を、しっかり使いこなせるようになるための、予備知識ですね。ドーパミンが脳内で司る、重要なシステムには、大きく分けて3つあります。ドーパミンの重要なシステムその1、動機づけと報酬学習ですね。これは目標達成とか、習慣化に影響があるシステムですね。で、そしてドーパミンの重要なシステムその2が認知機能と創造性。いわゆる、思考力とか、想像力に影響するシステムですね。で、システム3が、メンタルに関わることで、情動と心の健康に影響のあるシステムですね。気分の改善とか、自己効力感ですね。自分ならやればできるっていう、自分の能力への信頼ですね。もしよかったら、自己効力感については詳しく解説した動画があるんで、説明欄に貼っとくので、もしよかったら見てみてください。話を戻すと、つまりドーパミンっていうのは、単なる気持ちいい時だけに出る、快楽物質ではなくて、言ってみれば、あなたの未来を、設計する、脳内の、優れた建築家っていうイメージですね。今言った、この3つのシステムを、理解して、うまく活用することができれば、あなたの行動力は今よりも約2.5倍は向上することでしょう。では、なぜ私たちのやる気は続かないんでしょうか。その根本原因ってのは、ドーパミン報酬系の設計ミスが原因と考えられますね。
人間の脳ってのは不思議なことに、大きな成果を出せば出すほどドーパミンが出るようなイメージあるんですけど、実はそうではなくて、大きい成果を得ることではドーパミンは出るんですけど、それよりも、小さくてもいいんで、予想外の報酬、予想外の小さな成功に遭遇した時に、より強くドーパミンが出やすい、そういう仕組みがあるわけですね。こういう仕組みがあるにもかかわらず、大きい目標ばっかり追っちゃって、その目標がいつまでも叶えられずに、だんだん失望していって、脳をネガティブな状態にしてしまう。これが、やる気が続かない、根本的な原因ですね。それでは、この問題を解決するにはどうしたらいいんでしょう。解決策ってのは、至ってシンプルですね。それは RPE を最大化する行動戦略を立てるですね。RPE って何や、いきなりカタカナかよ、みたいな思ったかもしれないですけど。RPE は何かと言われたら、日本語に直したら、報酬予測誤差ですね。これをしたらこれが手に入るだろうっていう報酬への予測と、実際に行動してみたけど、こういう結果だったっていう、もらえると思った予測と、実際にあった結果によって、生じる誤差ですね。先ほど言った、予想外の成功報酬ほど、ドーパミンが出るって言ったんですけど、この差が大きければ大きいほどドーパミンは強く出るっていうわけですね。もらえるかどうかわかんないけど、もらえた時と、あと、こんなもんだろうと思ってたけど、その倍以上もらえたみたいなね、そういう状況ですね。それが予測との誤差っていうかですね。この誤差が大きければ大きいほどドーパミンはうまく出るって感じですね。それを意図的にやっていこうっていうですね。なんで結論としては、これから話す方法論っていうのは、この RPE、報酬予測誤差を最大化していくための方法ですね。ここからはドーパミンの3つのシステムに対応した、具体的な応用戦略を、信頼性の高い研究データとともに紹介していこうと思います。システムの1個目が、動機づけ、いわゆるモチベーションですね。と、習慣化ですね。で、目標達成率を上げる鍵っていうのは、先ほど言った、ドーパミンの RPE、報酬予測誤差ですね。を、味方につける。大阪大学の研究によると、ドーパミンというのは、単なる快感ではなくて、先ほど言った、期待と結果の差ですね。を、信号として受け取って、それに合わせて行動を最適化させていきます。そして、ポジティブな予測誤差。思ったよりも多くもらえた時の、誤差ですね。予想外の嬉しい出来事ってやつですね。これを感知することで、その行動を繰り返すように、脳が、学習していくと言われていますね。例えば、以前からちょっと気になってたけど、一歩踏み出せなかった、レストランとか、喫茶店に入った時に、思ってたよりすげえ落ち着くみたいな、この空間好きみたいな、そういうなんか思ってたよりもめちゃくちゃ快適みたいなね、そういう心地よさを得た時に、ドーパミンが出てるってことですね。よし、またここの店に来ようみたいな、そういう動機が生まれてくるんですね。これを実践する、活用する方法としては、シンプルでわかりやすいのは、目標を、5分で終わるレベルまで、細分化していくって感じですね。つまり、小さな達成感を連続で味わうってことですね。で、5分で完了したら、よし、この作業が終わったって心で唱えて、終わったことへの快感、達成感ですね。を味わって、また次とつなげていくって感じですね。この方法がなぜいいかと言われたら、小さなタスクっていうのは、報酬を予測できないんです。これを達成したところで、みたいな。つまり、もらえる報酬がゼロだと思ってたのに、たとえ小さなことでも達成したことには変わらなくて、その達成したことによって、達成感が得られるんで、すごいなんか力はパワーみたいなこと言ってるんですけど、要は、ゼロの状態が、たとえ 0.5 でも報酬が出れば、それが誤差あるよね。ポジティブな誤差があるよねってことで、そのポジティブな誤差が、連続で続いていけば、その目標達成への行動が続いていくよねっていう、そういう仕組みですね。この 0.5 とか1の積み重ねが結構でかかったりするんですよね。つまりドーパミンを活用するには大きい10を狙いに行くんじゃなくて 0.5 を連続で出す仕組みをどうやって作るかを考えた方が効果的ですね。なので目標の細分化、中間ゴールとかスモールゴールとかよく言われますよね。なので達成感を発生させまくるってのは目標達成の大きな推進力になりますね。ぜひお試しあれ。で、ドーパミンの活用方法その2ですね。困難な状況での継続力を上げる。期待外れを乗り越えるってやつですね。
まあこのポジティブな誤差、先ほど言ったポジティブな誤差とは逆にネガティブな誤差もあるわけで、まあ手に入ると思ったのに手に入らなかったみたいな感じですね。要はまあミスってしまった、失敗してしまったためにまあ損失してしまったっていう状態ですね。まあミスをどう乗り越えるかって感じですね。まあミスでもモチベーション下がって目標がまあどうでもいいやみたいな、投げちゃうみたいなね、そういうのを防ぐにはどうしたらいいかと言われたら、まあこれも結構ありきたりな、まあ、対策なんですけど、まあ、その失敗をまあデータが手に入ったと考えるですね。なんでこれが RPE を刺激するかと言われたら、まあこのマイナスだった状態をまあポジティブに捉え直すことで、まあ、データが手に入ったみたいなね、ちょっとポジティブな、ミスってるにもかかわらず手に入ったっていう脳内変換にすることで、まあこれも予測の誤差になるんですね。マイナスの出来事に対してプラスに捉えることで、そのプラス分がまあギャップになるっていうイメージですね。ちょっと無理やりな感じはするんですけど、脳はまあびっくりするぐらいこれ騙されるんですね。あれ、ネガティブな出来事あってマイナスなはずなのになんか知んないけど手に入ってるぞみたいなね。まあ失敗したデータが手に入ってるっていう、手に入ってる部分にだけまあ都合よくというか、ポジティブな解釈をすることで、まあ報酬を得られたと思い込むというかね。まあ、そういうのでプラスに変えていくって感じですね。まあ困難に強い人ってのは、まあこの失敗とかをまあ失敗と考えないみたいなね。まあ先ほど言ったトライアンドエラーですね。まあ試して、まあ実験だと捉えられる人が、まあ継続、まあ目標達成しやすいと、まあ言われてるんですけど、まあこういう仕組みがあるわけですね。まあ、失敗でモチベーションが下がらないというかね。むしろ、その失敗をモチベーションに変えてるみたいなね。まあ、そんな仕組みですね。で、その3、高いモチベーションの源泉ですね。まあ、これはもう D2 受容体という、また横文字出てきたって感じなんですけど、の、まあ、影響が大きいですね。まあ、D2 受容体ってのは、まあ、ドーパミンの受け入れ口。まあ、ドーパミンが収まるところ。まあ、ドーパミンがここの受容体にくっつくことで、まあ、反応を起こすみたいな。なんだろう。まあ、スイッチみたいな感じですね。はい。ドーパミン専用のスイッチって感じですね。で、この D2 受容体が、まあ、高いモチベーションに、まあ、つながると言われてますね。まあ、バンダービルド大学の研究によると、まあ、このドーパミン D2 受容体が、まあ、多い人ほど、まあ、多くの努力を要する、まあ、困難と言われる課題ですね。を、まあ、積極的に選択する傾向が、まあ、強いことが分かっております。まあ、すごいですよね。困難があればあるほど、障害があればあるほど燃えるタイプみたいなね。まあ、たまにいたりしますよね。私もまあ自分のことを話すんですけど、結構ピンチになればなるほど強くなるというかね。ゲームで言ったら底力のスキルありますね。まあ、自分で言うなよって感じなんですけど。そう。ピンチほどなんかワクワクしてくるというか、これ乗り越えたらきっと楽しいぞみたいなね。まあ、結構ピンチを楽しめるタイプですね。意外とね。まあかといってピンチに遭遇したいかと言われたらそうでもないんですけど、なるべくリスクは回避したいんですけどね。なので、このドーパミン D2 受容体が多い人ほど、まあ、困難を辛いものではなく、まあ、価値のあるものとして、まあ、評価できる。まあ、そんなポジティブな考え方が、まあ、できやすくなりますね。で、この D2 受容体を刺激するには、まあ、誰でもできるんですけど、まあ、言語化するですね。まあ、この D2 受容体を刺激するには、まあ、事実と、まあ、それに伴う感情、あとは、まあ、明るい未来ですね。この3つを、まあ、言語化することで、まあ、刺激されると言われていますね。例えば、事実として、まあ、この作業が終われば、まあ、次のステップに進める。で、感情として、この達成感は私が求めていたもの。達成感が嬉しい。で、3つ目、未来が、これは自分の未来に積み上がっていく、まあ、最高の自己投資だと思える。まあ、この3つですね。まあ、こんな感じで、まあ、その3つの事実、感情、未来、まあ、それぞれの価値を、まあ、言語化していくと、D2 受容体は、まあ、刺激されると言われていますね。まあ、ポジティブな感情をイメージして、明るい未来をイメージすれば、まあ、ワクワクしてくるというか、まあ、ドーパミンが出やすくなるよっていう、まあ、平たく言えばそんな感じですね。で、ドーパミンのシステムその2ですね。認知機能と創造性。集中力を高め、アイデアを出しやすくするのに活用するってことですね。ドーパミンを。で、ドーパミンっていうのは、筑波大学と、京都大学の研究によると、意欲、やる気ですね。と、あとは集中力。この2つに分かれて、機能するっていうのが分かっていますね。要は、ドーパミンが出ることで、モチベーションとかやる気が上がるだけじゃなくて、集中力、脳機能の向上にも影響がありますよってことですね。で、これを活用するのが、毎度おなじみ、集中力と言ったらこのテクニックだよねって言われるのがあるんですけど、
ポモドーロテクニックですね。今受験シーズン、佳境ですね。クライマックスって感じで。このポモドーロを使って勉強してる受験生も多いのではないでしょうか。このポモドーロが、実はドーパミンを出している、仕組みに、最適なんですよね。ポモドーロってのは簡単に言ったら、人間の集中力の持続時間の平均である、15分から25分ですね。その区切りに、作業して、その間に休憩を挟んで作業してを繰り返す。一般的には作業25分、休憩5分でワンセットで繰り返していくっていうのが主流ですね。人によって15分、3分の人もいれば、52分、17分の人もいたりしますね。ポモドーロがなぜドーパミンを出るかと言われたら、その区切りごとに、よし、25分終わったっていう、そのタイマーが鳴った時に、達成感というか、ちっちゃい達成感が出るんですけど、その時にドーパミンが出るわけですね。で、そのドーパミンが出た時に休憩した時に、そのドーパミンが集中力を保つ、機能があるんですけど、そういうのでなんかバランスを整えるじゃないですけど、脳の集中力を回復させてるんですね。ポモドーロで5分休むと集中力が回復するって言われるのは、ほとんどこのドーパミンのおかげですね。単純に脳疲労が5分の休憩でも取れるからっていうのもあるんですけど、この25分が終わった時に出るドーパミンによって、集中力が回復してるってわけですね。いや、狙ったかどうかわかんないですけど、すごいんですよね、ポモドーロって。集中して作業するには、このポモドーロテクニック一択って感じですね。いや、私も実は、この動画制作とか、編集とかですね、あとはブログも書いてるんですけど、そういうのはポモドーロを活用してますね。で、その5分の休憩の間に、食器洗ったり、洗濯したり、あとは軽く掃除したりとかね、細かいなんか雑務みたいな、体を動かす雑ですね。すっきりして、集中力を回復させつつ、溜まっていた細かい家事とかも片付いていくみたいなね。一石二鳥のやり方をしてますね。結構おすすめですね。いや、ちょうどいいリフレッシュになるんですよ。皿洗いとかね。はい。ちょっと余談ですね。仕事終わりもなんか終わった時やる気出るじゃないですか。そうそう。あれはドーパミンが出てて、ドーパミンが出てるからで、それでやる気と集中力が、仕事が終わった後に元気に出るのはそういう仕組みですね。退勤時間だ。今日も疲れた終わった。ではもうちょっと頑張れるなって時ありませんか？それは終わったっていう達成感。できてたドーパミンのおかげなんですね。なんで、もうちょっと頑張れるかもって思ったら、それはドーパミンが出てる証拠ですね。で、もう一つの機能、ドーパミンがなぜ想像力、アイディア出しに、影響があるかと言われたら、ストックホルム大学の研究によると、ドーパミンが出ると、多様な脳内の情報が、結びつけられやすくなる。ドーパミンの機能の中では、頭の中にある情報を結びつけるのを、スムーズにするっていう機能があるんですけど、アイディアってのは、頭の中で散乱した知識情報が、脳内でだんだん結びついてって、それが大きな情報の塊となってポンって出てくるんですけど、そういう情報の連結を助ける機能がドーパミンにあるっていうのが証明されたっていうことですね。この仕組みを活用するには、普段から多種多様なジャンルの本を読むっていうのがおすすめですね。あとは異なるジャンルの本を同時に交互に2冊読むとか、他には無関係な単語を並べてって、その関連性を見出していくっていうのもドーパミンを出すきっかけになると言われてますね。情報の連結を脳内で無理やりすることによって、ドーパミン出ないとこの情報くっつかないじゃんみたいな状態に強制的にさせるってことですね。情報同士を結びつけるときにドーパミンを使うんで、その無理やり情報をくっつけよう、関連させようとなったときに、ドーパミンが出るっていうことですね。その結果、斬新なアイディアとか、出てきやすくなりますね。で、ドーパミンの機能で、自己効力感を育てるっていうのがあるんですけど、この仕組みとしては、JST と言われる研究機関の研究では、ドーパミン D2 状態が、この密度が高ければ高いほど、自分は他よりも優れてる平均以上だっていう、いわゆる優越感ですね。ポジティブな自己評価をする傾向が、強くなるっていうのが、発見されております。この自分への自信、自己評価の高さが、行動力につながるってわけですね。この仕組みを活用する方法が事前承認をするですね。要は、たとえ失敗したとしても、この挑戦したことに意味があるって自分に聞かせるってことですね。なんであれ挑戦した自分は素晴らしいんだっていう自分への評価、ポジティブな評価をつけることで、たったこれだけで、自己効力感が上がって、パフォーマンスが平均15%向上すると言われてますね。
なんで何かに挑戦しようってなった時は、その挑戦してること自体が素晴らしいんだって思うようにするですね。で、ドーパミンの重要なシステムその3がメンタルに影響するものですね。情動と心の健康、自己効力感を高めるですね。フィンランド大学の研究によると、激しい運動というのは、ドーパミンの放出を促して、抑うつや、沈みがちな気分の改善、ストレスの軽減なども誘発するというのが分かっています。いわゆるランナーズハイっていうやつですね。で、この仕組みを活用するには、3分間でもいいんで、めちゃくちゃ激しい筋トレをするですね。気分が浮かない時、やる気が落ちてる時ほど、腕立てとかスクワットとか、あとは懸垂とかですね。結構きついって思えるぐらいの速度で、急にやると筋肉痛めって危ないんで、ウォーミングアップとかやった方がいいとは思うんですけど、もうとにかく自分の持てるスピードで全力で筋トレするですね。3分間でいいんで、試してみてください。それだけで、ドーパミンが出て、気力が回復していく。気分が高まっていく効果があると言われてますね。だるいな、眠いな、なんかやることあるけどどうしようと思ったら、とりあえず3分間めちゃくちゃ腕立てするみたいなね。はい、おすすめですね。3分間全力で本当に持てる力の全てを使って、ジョギングするとかでもありですね。とにかく全力でやるですね、ポイントは。はい。ぜひお試しください。そしてオックスフォード大学の研究によると、ドーパミンっていうのは、金銭とか物による、物質的な報酬だけでなくて、いわゆる承認欲求ですね。他者からの称賛、褒め言葉、あとは承認、認めてくれるみたいなね、そういうのにも、ドーパミンは強く出ると言われてますね。ドーパミンの機能の中で、そのドーパミンが出た行動をまた繰り返したくなるっていうのがあるんですけど、だんだん承認欲求が大きくなり続けていくっていうのは、このドーパミンが原因の一つですね。なんとなく普通のことをX かなんかで投稿したら意外といいねがついたみたいなね。そういう意外な報酬。意外な報酬ほどその行動をまた繰り返したくなるっていうドーパミンの性質があるって最初に言ったんですけど、あれこれめっちゃいいねついてるどういうことみたいなね。そうそうそう。嬉しいみたいな。じゃあもっと続けてみようかなみたいな。なるときないですかね。みんながみんな SNS やってるわけではないんですけど、例えるならそういうことですね。この仕組みを活用するには、自分をよく褒めてくれる人の近くにいるですね。自分を受け入れてくれる友人とか、そういう仲間たちがいるコミュニティに、積極的に参加するですね。で、ポジティブなフィードバックをもらうことで、ドーパミン報酬系が、刺激されて、自信の回復とか、あとは自己肯定感、行動意欲ですね、を高めてくれるので、おすすめですね。落ち込んでやる気がない時ほど、自分を認めてくれる人たちの近くにいるっていうのは結構、当たり前のような感じはするんですけど、有効ですね。さて、これで、ドーパミンの3つのシステム、行動意欲、モチベーション、習慣化、行動が続くシステム1、で、集中力と想像力、脳の機能に影響するシステム2、で、あとは気分の改善とかですね、自己肯定感、自己効力感ですね、気分とかメンタルに影響するシステム3ですね。このドーパミンの3つのシステムを刺激する方法を紹介してきました。さて、ここまで聞くと、ドーパミンっていいことずくめで、ドーパミンさえ出せば何でもできるんじゃないかと思うかもしれないですけど、ここで大きな注意点が一つだけあります。ドーパミンってのは実は量が多すぎても、行動意欲が低下するっていうのが、解明されてますね。実はドーパミンってのは、出過ぎても良くなくて、出過ぎちゃうと、衝動的な行動とか、注意力の散漫が起こりやすくなると言われてますね。よく、〇〇中毒って表現されるものがあると思うんですけど、ゲーム中毒、お酒中毒、あとはギャンブル中毒とかね。そういうなんちゃら中毒ってやつは、ドーパミンが出過ぎることによって、起こると言われてますね。で、SNS とかゲームとか、そういうドーパミンが、簡単に出るような行動ですね。習慣的に続けていっちゃうと、ドーパミンが出続けるのは当たり前だよねっていう脳の状態になっちゃって、その0から0.5を続けてって目標達成していくみたいなね、のがもうできなくなっちゃうみたいなのがありますね。あれいつもドーパミン出てるのに、これしか出てないみたいな、そう逆にネガティブな、評価になっちゃうみたいなね。そういうことになっちゃって、やっぱりやめたみたいなね、目標が続かない人が量産されていくわけですね。刺激とか快感ってのは慣れちゃうと何も感じにくくなるみたいなあると思うんですけど、ドーパミンもそういう状態になるってことですね。
ね。なんで普段からドーパミンの出しすぎも注意しましょうって感じですね。まあなんか大きな目標とか絶対叶えたいことがある人はなおさらですね。なんで目標あるのに頑張れないって人はもしかしたら普段からドーパミンを出しすぎてるんで、抑えることでむしろできるようになるかもしれないですね。なんで1週間ゲームとかアニメとかそういうなんか普段から日常的にやってることでドーパミンが出るようなことですね。甘いもの食べたりとかもし、そういうのをちょっと1週間でいいので、まあ禁止というかやらないでみるってのは試す価値ありますね。まあ言うなればドーパミンデトックスってやつですね。ドーパミン出過ぎてるドーパミンを減らしていくですね。することによってドーパミンのシステムが健全になり、まあ最初に言った RP ですね。覚えてますか？報酬予測誤差ですね。もう正しく機能するようになっていくと思うんで、まあぜひお試しください。まあ物事は何でもバランスですよね。ありすぎても良くないし、もちろんなさすぎても良くないし、まあドーパミンもそうですね。まあバランスですね。適度に出すってのが大事ですね。はい。さて、いかがだったでしょうか。まあ、このチャンネルでは、脳科学や心理学、マインド改善法を通して、自分の能力の向上とか、精神力の向上、目標達成、そういう生きていく上で、自分の人生の質を高めていく方法を、シェアしております。今回の動画面白いなと思ったら、ぜひ、高評価、チャンネル登録、あとは、シェア、コメントお願いします。ちょっと欲張りかも。どれか一つでいいんでお願いします。最後にまとめですね。結論を言うと、RPE、報酬予測誤差ですね。を最適化し、ドーパミン報酬系を正しい方向で強化していくことで、あなたの行動力、意欲、集中力、創造性、あとは自己効力感が爆上がりしていくっていうことですね。で、システムが3つあって、1個目のシステム、モチベーションに関わるドーパミンの機能を、活用するなら、目標を細かく分解していって、連続で達成感を味わっていく。あとは行動する前にその行動に対する事実と、あとは感情とポジティブな明るい未来を言語化していくですね。そうすることで、困難に強くなるドーパミン D2 受容体が、刺激されて、困難な目標、努力を要する行動も果敢に取り組めるようになります。で、明るい未来っていうのは、その事実、行動した結果で得られたものによって、未来の自分にどういう風に、ポジティブな影響があるか。この3つを、言語化して、紙に書き出すとかがいいかもしれないね。行動する前にその3つを書き出すだけで、ドーパミンの、D2 状態が刺激されて、行動意欲が湧いてきますね。ので、おすすめですね。ドーパミンのシステムその2の集中力と、創造性ですね。を刺激するには、一番いいのは、ポモドーロテクニックですね。私もよく使ってるんですが、25分の区切りが終わった時に、自然にドーパミンが出て、そのドーパミンで、集中力を回復させて、次の25分につながっていくっていう。いやー、本当に、たまたまなんでしょうけど、すごいもう、人間の脳にあった、これ以上ないって言われる、時間のテクニックですね。時間術かな作業効率を高める、テクニックですね。これ以上ないんじゃないですかね。いや、素晴らしいテクニックがあるんで、ぜひ試してみてください。で、あとは、想像力を刺激するには、情報の連結を無理やりやるですね。この頭の中の情報の連結するときもドーパミンが出るので、アイデア出したときって気持ちいいじゃないですか。こういうことがあるんだ、みたいな発見とか、新しい発見とか、あとはなんか頭の中で情報が繋がっていく感じ。形になっていくのって気持ちいいじゃないですか。あれはドーパミンが出てる証拠ですね。なので、それを起こすには、関連のない情報をつなげて、物語を作ってみたりとか、工藤官九郎だったかななんか、リモコンとタイムマシーンみたいな、なんかいろんなジャンルの関連のない言葉、単語を置いてって、その、全く関係ないもの同士を組み合わせて映画を作ったみたいなのあるんですけど、そういうアイディアですね。斬新なアイディアが生まれやすいと言われてますね。あとは異なるジャンルの本を同時に2冊読んでみるとか、そういうのもありですね。で、システム3が、情動ですね。メンタル、自己効力感ってやつですね。あとは気分の改善にドーパミンは役立ってますね。なんか気分が浮かないな、やる気が起きないな、みたいな時は、3分間でいいんで、全力で筋トレをするですね。激しい運動をするですね。3分間も全力で走ったりとか、全力で腕立てしたり、そういうのでドーパミンが出て、やる気とかモチベーションが回復するんでおすすめですね。で、あとは、気分が沈んでる時、モチベーションが湧かない時、自己評価が低い時は、自分を認めてくれるような、自分にポジティブなフィードバック、評価を
与えてくれるような、友達とか仲間とか、そういうコミュニティに参加する。そういう人たちの近くにいるですね。で、ポジティブなフィードバックを浴びるですね。そういうので、承認欲求というか、ドーパミンが出て、気力の回復につながるので、おすすめですね。すごい失敗して、なんてダメなんだ自分はっていう時に励ましてくれる人が一人でもいたら、いや、また頑張ろうっていう気持ちになるじゃないですか。つまりそういうことですね。今回紹介したやり方っていうのは、いずれも、ちょっとの努力で、ちょっとの工夫でできることばかりなので、ぜひ実践してみてください。ちょっと友達のいい人は、もうその最後に言ったポジティブなフィードバックもらうっていうのは難しいかもしれないですけど、私もどっちかというと友達少ない方なんでね、そういう時どうしたらいいんだろうな。そういう時は、過去に褒められたことを思い出すとかでもいいかもしれないですね。自分のことを認めてくれた人は、ちゃんと人と関わってれば、一人はいるはずなんで、そういうのを思い出すとかでもいいかもしれないですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ応援の意味も込めて、この動画の高評価、グッドボタンを押してもらえるとめちゃくちゃ励みになります。あとチャンネル登録も大歓迎で。関連動画はどうしましょうかね。自己効力感でもいいんですけど、関連動画はやる気に関わる動画ですね。絶対やるな、やる気を奪う危険な習慣ですね。やる気、モチベーションの根源、仕組みですね。について、解説した動画があるんですけど、よかったら、コメント欄、概要欄に貼っとくので、見てみてください。あとはコメント欄などで感想とか、実際これ試してみてよかったよ、みたいなのがあれば、ぜひぜひ、どんどん、どしどしと、コメントお願いします。めちゃくちゃ励みになります。てなわけで、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、また次の動画でお会いしましょう。インドオーガナイザーのクーでした。またね。